水道管が凍ってて洗濯ができないババアです。奥様です。大変だね。洗濯どうすんの？昼までには氷が溶けてくれるといいな。また寒波が戻ってきてるみたいだね。この冬最後の寒波らしいからなんとか乗り切りましょう。早く春が来てくれないと冷凍猫になっちゃうよ。今週は旦那氏がやってる缶詰バーのイベントが忙しくてめっちゃお疲れみたいなので、週末は代わり場でゆっくり過ごします。いつもゆっくり過ごしてるじゃん。ストーブにおでん乗せてまったりするらしいですよ。普段と何が違うのか。また収穫に適した発作たちが登場しましたね。どんどん熟していくから早く対策を考えないと。ジャムを作ってお父さんへゴー。一択で草。前日にこねて一晩寝かせた麺の生地。茶色いな。米ぬか入りですからね。早朝に再度こねたらあとはお昼に使います。よしひこおはよう。さあ買い物へ。美人さん発見。Yadakusai Yubi. Soala Nabioni. Netan Nen. Jama Sulutoka Nan Nan. Nani Sawatanan Dotsway Taloka. かわいいの大渋滞。Kino Dakuni. Eso Pulapili Meshalu Fenaludi Sakin Demo Sinasai. Nanti? Eso Bulo Menche Katsuoli. Machioli Umain. すみません、ちょっと触ります。Uwakusa. Nani Koli San and Maino Menche Katsu? よしひこはいつになったら甘噛みを覚えるんでしょうね。Yochua Menche Katsu Oli Namani Amamayadi. めり込んでるんですよ、よしひこの牙が。Katakolini Kiku Lashiri. ツボをしてくれてたの？ Loku Jupundi Sanchaluna. 畑側の発作もだいぶ色づいてきたね。去年に比べたらいいペースで収穫できてますね。去年は毎日20個ぐらい落下してたもんね。本日はきしめん的なものを作ります。粘土みたいな生地で。栄養満点の粘土ですよ。ババアは粘土って言っちゃダメ。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略して川リバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで、今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 55% です。麺だから水分は結構少なめだね。何味のきしめんを作るの？味噌ポトフで。ババア手抜きだよね。とんでもない手抜きじゃないですよ。さつまいもと人参と白菜とネギ、そして大根とウインナー。いつも作ってる味噌汁だよね。いやほら、今週忙しかったから。おっさんは忙しかったけどババアは忙しくなかったよね。ババアだって金曜は地元の幼稚園のお遊戯会の撮影でしたよ。ババア一人で？旦那氏と。すいません、手抜きしました。最初から素直にそう言えばいいんだよ。今日は寒いじゃん。寒気団到来中だからね。なんやかんやでいつも食べてる味噌ポトフが一番体が温まるんだよね。味噌汁ね。ということでウインナーも少し入れとこ。しかも大量だな、おい。でも多分今日中になくなる量です。胃袋ブラックホール。20% 割引。またひき肉。ババアの動物性タンパク質は一生ひき肉とウインナーでいいや。なんで飽きないのか。今日はこのままいくとしょぼい仕上がりになりそうなので、油揚げ詰め込みセットをトッピングしようかな。ああ、よかった。一応しょぼい自覚はあったんだね。菜箸でコロコロしたら油揚げが開きやすいって言うじゃん。言うね。でも菜箸が油まみれになるじゃん。だから包丁の背でグリグリしてるんだね。菜箸コロコロより開きやすいよ。コ
こういうのすぐ開発するよね。油揚げに詰めるセットはネギひき肉と卵と納豆。間違いない3種の神器。油揚げって神食材だよね。誰が豆腐を揚げようと思ったんだろうね。室町時代のお坊さんらしいよ。調べてやがる。お肉の代用として使われてたんだって。今と扱い変わってねえな。油揚げと厚揚げがこの世で3番目に好きです。1番目と2番目聞いてほしそうだけど聞かないことにするよ。油揚げトッピングは別茹でにします。大鍋に入れると崩れそうだもんね。ババア的には油揚げって普通にメイン食材なんだけど、世間一般的にはどういう扱いなんでしょうね。揚げたての油揚げをご飯にのせて提供してるお店をテレビで見たな。何それ、天国の話？多分福井県の話。さあ味噌ポトフを仕上げよう。味噌汁ね。保温調理器にセットして放置の間に油揚げをだし汁で茹でよう。そして菜の花が100円だったからこれもトッピングにしよ安っ。う。農家さん直売コーナーは宝の山です。さあいよいよ本日のメイン作業。生地がめっちゃツヤツヤ。前の晩から仕込むと生地の輝きが違いますね。麺に関してもこねる時間より放置の時間の方が長いみたいだね。ババアみたいな筋力弱々界隈の人は頑張らない生地こね方法が最適です。そこそこの薄さになるまで伸ばしてく。そこそこってどれぐらい？ SD カード1枚分ぐらい。何その例え。水分量は少ない生地だけどしっかり寝かせてあるので扱いやすい。加水率 55% でもこんなにしっとりになるんだね。SD カード1枚分の厚さに伸ばしたらカットしていきます。変な例えだけどまあまあわかりやすいな。畳み方はもうこれ一択です。麺をほぐしやすい畳み方だっけ？きしめんなのでマイクロ SD カードの縦幅ぐらいにカットします。その例えはないわ。真ん中に菜箸を差し込んで持ち上げたらほら。ほんと簡単にほぐれていいねこの方法。ねえすごいでしょ。ババアが発案したんじゃなくて海外 YouTuber さんのパクリでしょ。いいものはどんどん吸収するババアが今からきしめんを茹でていくよ。スポンジ並みの吸収力。最近はこれをやりたくて麺を作ってる感じ。めっちゃ気に入ってんな。どこのご家庭にもある大鍋で麺を茹でていきます。本日2度目のないわ。茹で時間は10分から15分くらい。結構しっかり茹でるんだね。今朝収穫した八作でスイーツ作り。すっかり食べ頃だね。まだみずみずしいけど春になると水分が抜けてきてさらに美味しくなるんですよね。八作は水分が抜け気味の時期が一番美味しいよね。いつものクランベリーヨーグルト。前の晩にドライクランベリーをヨーグルトに入れただけ。そこに八作ぶっ刺し。今日もボンボンホイップ健在だね。今日の泡立てはちょっと緩かったな。茹でられしきしめん。もちもちで美味しそうだな。食べる分だけ味噌ポトフに突っ込もう。味噌汁ね。半分だけ入れて残りは旦那氏の晩ご飯。 250g 相当の粉量が1人前。旦那氏にとってはおやつみたいなもんです。そして味噌味になじませるために油揚げトッピと一緒にひと煮立ち。量がやべえ。旦那氏から豚肉提供しようかって言われたけど断ってよかった。麺にも油揚げにも味噌味がしみしみです。出たボール。丼ですよ。
この間ダイソーのボールコーナーで見たよ。油揚げトッピングを敷き詰めます。これ作っておいてよかったね。そうですね、これがなかったらヤバめのしょぼ美女でした。完成しました。米ぬかきしめん。そして油揚げトッピング。それではいただきましょう。このメニューにコーラはちょっと微妙かも。今日はノンアルにすればよかったかな。またわさび菜が生い茂ってる。今日も4袋ゲットしちゃいました。農家さんもびっくり。ババアの買い物かごの1かごは全部野菜です。転売してるって思われてない？お揚げさんいっちゃおうかしら。揚げに汁がすげえ染みてる。これが本当に美味しいんですよね。はい、幸。いや、おっさんの丼がでかすぎて他の情報が遮断される。ババアの丼に集中してください。強制編集で草。たっぷり寝かせたきしめんのコシがやばかった。頑張ってこねなくてもこんなにコシが出るんですね。筋力弱々界隈には朗報だね。米ぬか入りだから血糖値の急上昇も抑制できるし、麺を我慢している糖尿病の方にもおすすめですよ。美味しかったです。また見てね。バイバイ。